今日からお前は俺の雑用係だ。東大出身のエリートの雑用係ができるなんて、ありがたく思え。学歴自慢の部長が、高卒の俺を嘲笑った。あまりの自分勝手な言動に、少しでも抗議すれば、顔を真っ赤にして怒鳴りつける。黙って俺の言うことを聞いておけばいいんだ。俺は次期社長だぞ。この人は、俺がどういった経緯で入社した新人なのかを知らないらしい。彼がこうして威張り散らせるのも今日で最後だ。不愉快に垂れ流される妄言が止まるのを待って、俺は静かにあることを告げた。俺の名前は沖智則。地元の公立高校を卒業後、会社を起業した。中学生の頃から趣味で動画撮影や編集をしていた。高校生になると趣味を仕事にしたいと思い始め、ネットを介して在宅ワークでの動画編集のアルバイトを始めた。そして高校卒業と同時に卒業後に起業したのだ。ありがたいことに親から反対されることはなかった。もちろん心配はされた。その心配を少しでも早くなくせるようにとがむしゃらに働き、時には考えの甘さを痛感させられることもあったが、おかげさまで比較的順調に事業を進めていると思う。数年経った今では社員を雇うまでになっている。好きなことを仕事にしてそれについてきてくれる社員がいることは俺にとってすごく幸せなことだった。ある日実家に帰った際、父さんから話があると居間に呼ばれた。実家の家族との関係は良好でよく帰ってはいたし、その度にいろいろな話を父さんとしていた。しかし見たこともないような真剣な顔だったので、俺は何だろうと少し不思議に思った。父さん、なんだよ話って。なんかあったのか？友則、少しの間でもいいから商社で働いてみないか？突然そんなことを真剣な顔で言われたので、俺はすごく驚いた。いやいや、どうしたんだよ急に。俺の仕事のこと応援してくれていたじゃないか。友則の会社も忙しいとは思うが。父さんは重々しく口を開き、俺に商社で働いてほしい理由を話した。その理由を聞いた俺は面食らったし、困惑もした。わかったよ、父さん。それでも俺は商社で働くことを了承した。起業する時も、社員を雇い始めた時も、どんな時も、父さんは俺の相談に乗ってくれ、いつも応援してくれていたのだ。そんな父さんの願いを叶えたいと俺は思った。会社をしばらく社員に任せ、父の勧めで商社で働き出すことになる。営業部の新入社員として出社し、早速営業部の部長に挨拶をしに行った。本日より営業部に配属になりました沖智則と申します。よろしくお願いいたします。新入社員か。広川だ。ところで君、最終学歴と出身校は？広川部長は開口一番にそう聞いてきたのだ。驚きもし、少し不快な気持ちになった。営業部の部長は東大卒で優秀な人と聞いていたが、思ったより感じの悪い人だと思ってしまった。最終学歴は高卒で地元の高校を卒業しました。俺が正直に答えると、広川部長は鼻で笑った。は、底辺か。それなら東大出身のエリートである俺の雑用係をやらせてやるよ。雑用係ですか？俺は思わず聞き返してしまった。すると広川部長は俺の顔を睨みつけて少し大きな声を出してきた。東大出身の俺に歯向かうのか？むしろエリートの雑用係なんてありがたく思え。広川部長はそう言うと、少し離れていた席で仕事をしていた男性を
大声で呼び寄せた。その大きな声に俺は眉根を寄せてしまった。はい、お呼びでしょうか。こいつは赤木だ。お前の教育係。しっかり雑用を教えてもらえ。どうやら、この赤木という先輩も、広川部長の雑用係をやらされているようだ。赤木さんを教育係と指名して、広川部長はその場から立ち去ってしまった。赤木誠です。よろしくね。そう言って赤木さんは苦笑いをしながら挨拶をしてくれた。その日から赤木さんに雑用という名の仕事を教えてもらった。仕事の内容はお茶汲みや荷物持ちなど。赤木さんと共に広川部長の世話をして一日が終わる。おい、お前ら動きが遅いんだよ。さっさとやれよ。いつも広川部長は口を開くと俺たちを怒鳴りつける。人使いも荒く、毎日それだけでヘトヘトになるにもかかわらず、広川部長は自分の面倒な仕事まで押し付けてくることもあった。朝から大量の書類を持って俺と赤木さんに押し付けてくる。頼んだよ、雑用係たち。そして広川部長は自分の席に座ってパソコンを見ている。赤木さん、これって広川部長の仕事ですよね。俺はこっそり赤木さんに話しかけた。そうだよ。あの人の仕事も俺たち雑用係の仕事なんだ。赤木さんは慣れた顔で平然と言う。部長職の仕事を平社員に任せていいんですか？広川部長は毎日何してるんですか？今まで疑問に思っていたことを赤木さんに聞いてみた。あの人は自分の仕事を俺たちに押し付けて一日中パソコンでオンライン麻雀をしているんだ。遊んでるじゃないですか。そんな人が部長だなんて。少し腹が立ってくる。しかし赤木さんは平然とした顔で仕事をしているのだ。こんなことに慣れてしまっているのだと悲しく思った。仕方ないよ。広川部長より下の人間は部長の実態を知っているけど、上の人たちはこのことを知らないんだ。しっかり上の人に報告するべきですよ。赤木さんは首を振った。会社からしたら広川部長は東大卒のエリートだ。俺たち高卒の意見なんて聞いてくれないんだよ。赤木さんは下を向いて静かにそう言った。もう諦めてると言わんばかりの言い方だった。でも、こんなことばっかりやらされて、赤木さんは悔しくないんですか？赤木さんはとっても仕事ができ、周りの人のこともよく見て行動ができる人だった。こんな広川部長の雑用係ではもったいないくらいだ。そのため、俺も少し熱くなってしまう。少し前に課長に相談したことがあったんだ。しかし、広川部長は東大卒ってこともあって、出世コースまっしぐらなんだってさ。それは分かってますけど、きっとこの先、もっと上の役職に行く人だ。誰もそんな人に意見なんかできないんだよ。赤木さんはそう言うと、パソコンに目を向けて、広川部長に頼まれた仕事を再開した。赤木さんなりに考えて、雑用係をしっかりやっていくしかないと思ったのだろう。諦めて、毎日広川部長の雑用係をしなければいけないことを、すごく悔しく思った。その日、二人で広川部長の仕事に追われていると、広川部長がやってきた。いつまでそんな仕事に時間をかけているんだ。広川部長はいつもに増して大きな声で怒鳴りつけてきた。すみません。赤木さんは慣れたように広川部長に謝罪する。本当だよ。お前ら無能の世話をする俺の気持ちも少しは考えろ。そう怒鳴りつけて広川部長はどこかに行ってしまった。なんかいつもに増して機嫌悪くないですか？ああ、オンライン麻雀で負けたんだろう。いつもそうだよ。何か嫌なことがあると当たってくるんだ。
どこまで勝手な人なんだと、もう驚きや怒りを通り越して呆れてしまった。そんな日常を過ごし、入社して3ヶ月が過ぎたある日、会社の創立記念親睦会がホテルで行われた。入社してからずっと広川部長の雑用係をしていたため、他の社員の人との交流がなかった。そのため俺は他の社員の人たちと交流できるのではないかと少し期待をしていたが、現実はそう甘くなかった。いつも通り広川部長につきっきりで世話をし、お酌をするしかなかったのだ。おい、高卒のくせにまともにお酌もできないのか。そんなお前を面倒見てやってる俺への感謝が足りないんじゃないか。お酒が入り、気分が良くなった広川部長はいつもに増して、俺や赤木さんをあざける。俺は東大卒のエリートだぞ。本来お前たちが関われるような人間ではないんだ。芸でもして俺を楽しませろよ。しまいには、そんな無茶ぶりもしてきたのだ。周りの社員は、そんな広川部長に呆れた表情を浮かべつつも、関わり合いになりたくないとばかりに視線をそらしている。ほら、何をしている？俺の言うことが聞けないのか？いくらお酒が入ってるとはいえ、もう我慢の限界だった。いい加減にしてください。僕たちは広川部長のおもちゃではありません。突然大きな声ではっきりとそういう俺を見て、広川部長は一瞬驚いているようだった。そして、だんだんと不機嫌になっていくのが分かった。お前、誰に向かってそんな口の利き方をしているんだ？大きな声で俺を睨みつけながら怒鳴ってくる。ずっと我慢していました。いくら東大卒の部長でもそんな態度許されないと思います。すると広川部長は馬鹿にしたように鼻で笑ってきたのだ。残念だなお前。黙って俺の言うことを聞いていればよかったのに。お前はもうこの会社で生きていけないな。どういう意味ですか？クビにでもするおつもりですか？その際は不当解雇であるとはっきりと上に報告させてもらいます。俺もひるまずに負けじと言う。やっぱりバカな高卒にはわかんないか。俺は次期社長だぞ。今度はすごいドヤ顔をしながらそんなことを言ってきたのだ。社長？俺は何を言っているんだと呆れて、それ以上の言葉が出ない。ジジイの社長が辞めたら俺が社長だ。ジジイなんてせいぜいあと1、2年だろ。社長ジジイって、それに社長が広川部長が次期社長だと言ってるんですか？するとまたバカにするように笑ってきたのだ。どこまでバカなんだ。まだわからないのか？社長になれる人材は東大卒エリートの俺しかいないんだよ。そう言って大きな声で笑っている。勝手に自分が次期社長だと思い込んで言っているのだろう。そんな広川部長に向けて俺は冷静に切り出す。父はまだ辞めませんよ。広川部長は何言ってんだと言わんばかりの顔で俺を見ている。そもそもあなたが次期社長になることもありません。俺はきっぱりと広川部長にそう告げる。少しの沈黙の後、広川部長は大きな声で笑い出した。何を言い出すんだ。俺をバカにするようにお腹を抱えて笑っている。高卒のバカはそんな嘘しかつけないのか。俺に歯向かってそんな嘘までついてどうなるか分かっているのか。その時、広川部長の後ろにある人が現れた。社長だった。どうなるか分かっていないのは君の方だよ。今までの行動はすべて息子から報告を受けているよ。社長の声に驚いて振り返った広川部長は目を見開いた。息子？そして慌てた様子でそれだけを言う。そう。俺の父さんはこの商社の社長だったのだ。父さんは社員から最近営業部の雰囲気が悪く成績も悪いと報告を受けていた。俺はそれを内々に調べてほしいと父さんに頼まれて
新入社員として入社したのだ。東大卒で優秀な部長だと思っていたのに、がっかりだよ。父さんは冷静に話し出した。東大卒を鼻にかけて、社員を雑用係として使って、自分の仕事まで押し付けていたなんて。広川部長は焦っているのか、顔から汗が止まらない様子だ。そんなことは決してありません。みんなからいろいろな報告を受けているよ。みんな東大卒でエリートな僕を妬んでいるんですよ。この後に及んで、まだそんなことを自信満々に言っている。社長も僕が東大卒だから出世させてくれてたんですよね。広川部長は父さんの腕を掴んで訴えかけている。東大卒だからとかではなく、君の仕事を評価していたんだよ。父さんは広川部長の腕を煩わしげに話した。君の出す書類はよくできていて、それを評価していたんだ。でもそれはすべて赤木くんや息子に任せていたなんてね。父さんは何とも言えない顔をしていた。呆れたような、情けないような、そんな顔だ。そんなことは事実無根です。高卒より東大卒の僕の言葉を信じてください。広川部長はしらばっくれて、この場を収めるつもりなのだろう。すると父さんは呆れたように笑い出した。確かに僕は君のことを東大卒っていうこともあり、期待をしていたよ。しかし、学歴で人間を判断するようなことはしない。その時、会場のスクリーンに映像が流れ始めた。その場にいた社員のみんながスクリーンに注目する。その映像は広川部長の普段の様子がわかる動画だった。俺や赤木さんを怒鳴りつけている様子や仕事を押し付けてオンライン麻雀をしている様子も流れた。そして営業先に賄賂を要求する動画まであったのだ。他の社員たちも驚いてざわざわとしている。俺はこっそり赤木さんに証拠集めの手伝いをお願いしていたのだ。さすがは赤木さん、広川部長に少しも怪しまれないように十分な証拠を集めてくれた。やっぱり赤木さんは仕事ができる人だと感心する。動画が終わり、みんなの視線が広川部長に集まる。これを見ても事実無根だというのかね。父さんは広川部長にそう冷たく言い放った。広川部長は言い訳ができなくなり、その場に膝から崩れ落ちていた。数日後、広川部長の処分が決定した。降格し、3年間の減給、賞与なし、そして、ど田舎にある地方支店へと左遷となったのだ。赤木さんは、広川部長の代わりに作成していた資料が、改めて評価され、昇進が決まったそうだ。俺は父さんのお願いであった広川部長の調査も終わり、自分の会社に戻ることになった。短い間だったけど、いろいろ勉強になったな、と、しみじみと考えながら、荷物をまとめていると、赤木さんが小走りで近づいてきた。友則くん、今回は本当にありがとう。そう言って、深々と頭を下げてくれた。いえいえ、赤木さんの協力のおかげですよ。そんなことないよ。友則くんが来てくれなかったら、俺は今でも雑用係のままだった。赤木さんに感謝してもらい、少し嬉しくなる。社長もきちんと社員を見てくれる、とってもいい人だなんて知らなかったよ。高卒の言うことなんか聞いてくれないって決めつけてた。僕も今回のことで改めて父のことを尊敬しました。本当に会社や社員のことを大事に思っているんだって気づきました。俺の昇進も友則くんがお願いしてくれたのか？まさか父はそんな人ではありませんよ。きちんと赤木さんの実力を見て判断したんだと思います。そっか、嬉しいな。赤木さんは少し照れくさそうにしていた。赤木さんは周りをよく見て行動しているし、書類のまとめるスキルもすごくあって、雑用係はもったいないと思ってたんですよ。いい機会だと思い、
今まで思っていたことを言ってみた。すると、赤木さんは目を見開いて驚いているようだった。入社してからずっと広川部長に高卒でバカだって言われ続けていたから、そんなこと言われるなんて思ってもみなかったよ。赤木さんと一緒に仕事をさせてもらっていろいろ学ぶこともできました。むしろ感謝するのは僕の方です。本当にありがとう。寂しいけど別々のところでお互い頑張ろうね。俺と赤木さんは激励し合った。俺は自分の会社に戻ると意識して社員一人一人と向き合うようにした。広川部長のこともあり、自分の行動を見つめ直してみたのだ。社員ばかりに仕事を押し付けてはいないか、しっかり仕事ぶりを評価できているか。これからは今まで以上にいい上司であることを意識しようと思う。その点において少し広川部長に感謝している。それに父さんの会社で働いたことで父さんの会社を継ぐことも考え始めることができた。高校卒業してからずっと好きな仕事をしていたが、父さんの年齢を考えればそう遠くない未来、その時はやってくるはずだ。その時は社員とのコミュニケーションを欠かさず、学歴ではなくその人自身を見ることができる人になろうと思う。